ながら、じゃあはい、こんにちは。今日はウレシアさんのミミさんと対談します。はい、ミミです。よろしくお願いします。お願いします。今日は尾道の隠れ家的存在のお酒と小鉢ウレシアの女将ミミさんと海外旅行トーク。ミミさんはウレシアさんをする前はラテアートのカフェを経営されていて、海外からのお客様も多く、また自らも海外旅行によく行かれています。そんなミミさんの海外旅行のお話を聞きたくて対談を依頼しました。どんなお話を聞けるのかとっても楽しみです。さて今日はですね、私ミミさんにちょっと聞きたいことがあって、何？ミミさん、結構海外旅行とか結構行かれてますもんね。海外大好き。私大好きなんですその海外旅行に一番最初に行った時って、どこに行って、なんかこう印象とかってどういう印象だったかなと思って、そういうの聞きたくて、私一番最初に行ったのがフィリピンのセブ島。で、なんで行ったかって言ったら、娘が高校の時にニュージーランドに留学するってなったの。で、娘も私もまだ海外その時どこも行ったことなくて、一緒にニュージーランドに留学する子供たちだけでそのニュージーランドに行くんじゃけど、行ったことがない子がおったんよね。で、うちの娘も当然行ったことがないし、なんかね、海外に行ったことがない子供たちだけで果たしてニュージーランドまで行けるのかっていう。単純に飛行機に乗って現地に行けるのかみたいな感じですか、それとも生活できるのかなみたいな。その前者の方。どのタイミングでどんな荷物検査をして、どの搭乗口で待っておくかとか、そういう細かいことが親として気になった。乗り遅れたら大変じゃんと思って、じゃあ一回ニュージーランドに行く前に、母さんと一緒にどこか近場の海外にまず行って、そこで短期留学をしようっていうことになったんよね。で、それで選ばれたのがフィリピンのセブ島。じゃあ、その最初の海外旅行って、結構最近のことですか？そう、遅咲きです私何年前ですか？もうあの人が今21じゃろ。高校生の時言ったらもう5年ぐらい前。ちょっと意外でした。私も本当になんか若い10代の時からもうバックパッカーとかで結構いろいろ行かれてるのかなと思ってました。見かけ倒しなのみんなにさって言われるけど、私が行ったのは娘が高校生の時に初めて行ったけじゃけん、もう最近海外っていうものを知った。で、それまではね、自分がパスポート持つ日が来るなんか夢にも思ってなかった。じゃあ本当に娘さんが、その海外留学、ニュージーランド留学にする前は、別に海外がすごい好きで興味があったわけじゃなくて、そうなの。もう娘の留学がきっかけで、一緒に1日8時間、フィリピン人とマンツーマンで喋るっていうのを1週間するっていうことになって。フィリピンってあれですもんね、英語留学が結構盛んですもんね。あの頃はコロナでちょっと減ったかもしれんけど、あの頃は多分めっちゃあったんよ。めっちゃあった。100近くあったんじゃないかな、セブ島だけで、その留学の学校が。だからもうどこの学校に行くかっていうのも調べるのがもうめっちゃ大変だった。もう調べまくったもん。そうですよね。なんかフィリピンって英語留学ですごい有名で、さらにそこでセブ島ってなると、リゾートで楽しみつつ英語を喋れるよみたいな、喋れるようになるよみたいな感じです。なんかフィリピン人の英語って結構あまり癖のない、いわゆるうまい英語みたいなのを喋るっていうイメージがあったから、それの中のプログラムの一つを選んだみたいな感じ。そうで、だから中学校の参考書、英語の参考書を買い直して勉強してし直していった。
やっぱり一旦こう英語を勉強し直さないと入学が難しい感じですか？そんなことはないと思う。だけどせっかく行くからには少しでも基礎を上げていきたいなっていう欲があったんよね。でも分かります分かります。せっかく行くけってね。でレベルテストされて、で私はもちろん下の方でもマンツーマンじゃけ先生も私に合わせてレベルを下げてやってくれた。で1日8時間それを1週間してきたら、その海外の人に対して免疫がついた。そうですね。なんか勇気とか慣れでなんか今までってなんかこう日本にいると、英語自分あんまりできないから、なんか恥ずかしくて喋れないのが、もうこう下手でも聞いてくれるっていう環境があれば、もう喋っていいんだみたいな、なんとか伝わればいいんだ、うまい英語って別に喋らなくてもいいんだみたいな感覚ってできてきます。できてくる。で娘は英語の勉強が好きでテストの点数も良かったけど、イコール海外でそれが通用するっていうことじゃないんだなっていうのがすっごい痛いくらい思った。テストの点数と実際に向こうに行って喋りかける勇気とかああいうのは本当にもう無関係ね。だから日本人に足りないのはそこなんじゃろうなって思う。なんか娘さんのそのテストの点はいいんだけど、そのセブ島でなんかこうちょっと失敗したなとか、テストの点って日常英語には関係ないんだっていうなんかエピソードとかあったりしますか？私はなんか分からんことがあったらあの人に聞いてきてこの人に聞いてきてって娘に行かせよったんお母さんスパルタだけどやっぱ良い感のよね、恥ずかしくて、怖いと思いますね。だけどそこでテストの点数とイコールではないっていうのを思った。もうそれだったらニュージーランド行くのやめたらって。それでフィリピンで大喧嘩もしたし。そうなんですね。でも私がなんで海外の人って素敵だなって思ったかっていうと、フィリピン人の人がすごく前向きで明るかったんよ。で一応学校に行きよったけ1週間だけど朝ラジオ体操があった。でラジオ体操が終わったらもうそれだけでねメリークリスマスって言ってみんなで拍手するの、喜ぶので、私たちからしたらラジオ体操終わっただけじゃんって思うんだけど、なんかこうちっちゃい一つ一つのことに対してすっごいハッピーになれるよね。ラジオ体操をするんですか？ちょっとそのラジオ体操にちょっと引っかかって、ラジオ体操って日本のラジオ体操じゃなかったかな、どんな体操やったか覚えてないけど、体を動かすなんかストレッチみたいな。そうでそれが終わったらみんなでメリークリスマスって言って喜ぶ。なんでメリークリスマス？分からんなんか一個一個になんかすごい疑問点が。要は小さいことにもすごい喜ぶ、何でも喜ぶ。でもそれはなんか私はちょっとセブ島にもフィリピンにも行ったことはないんですけど、なんか東南アジアのちょっと独特な南国の人たちの独特な習慣みたいなのはなんかタイも同じような感じかもしれないです。そういうのって日本にはないじゃん。ないですね。もう毎日淡々とノルマこなしていくみたいな。そうですね。そうですね。でそんな中にも小さい幸せなことを見つけられて、それに対して喜べるって素晴らしい感覚やなと思って、でそこからもう海外が一気に好きになった。一発目がフィリピンで本当に良かったなと思う。でも逆にストリートチルドレンの子どもたちとかね、やっぱおるっていうのも事実だしね。でもフィリピンの人たちは大人数の兄弟がおって、でも1人だけしか大学に行かせてもらえんかったりとかして、だからその大学に行かせてもらった子が自分がもう一家を養うつもりでめっちゃ頑張るんよね。そういうもうハングリー精神、ああいうのもすごい持っとるし、そういうところにすごい惹かれたかな。だから日本にいたらもう目の前がもうめっちゃ狭いの。だけどこういう考え方もあるんだとか、こんなことで喜んでいいんだとか、やっぱり今まで自分に対してブロックをかけ続けとったところがだんだん見えてきた。
だから海外一人旅するってすっごい素敵だなと思って、で教科書でしか見たことがない場所に自力で行って帰ってくる、そしたらもうすごい自分ってやるじゃんって、やればできるじゃんっていう、大きいですよね。大きい、だけど、それで旅が癖になったというか、もうこうパッと視野が広がったというか、もちろん1回じゃストレッチと同じようにちょっとずつちょっとずつ広がっていく。いやでもなんか最初なんかもう自分がこう何回も行って慣れてきちゃうと、その最初に経験したようなそのちょっとしたことですごいこう充実感みたいなのはだんだん薄れてはくるんですけど、なんか一番最初のそういうこう印象、なんか達成感みたいなものとか、なんか助けてもらったその環境への感謝とか、なんかそういうのってすごくいつまでも残ってますよね。残るね。もう特に最初は強烈に残るね。だからこれから海外に行きたい人とか、一発目どの国に行くか、どんな体験するかっていうのは本当に大事だと思う。おすすめセブ島ですか？おすすめ、そのどれくらいの移動時間が使えるのかと、そうですね。あとね、物価とかにもよるやろうし、でもタイはすごくいいと思う。もちろんタイもすごい私はこう一押しの国なんですけど、なんかセブ島とかフィリピンもやっぱりちょっと気にはなっていて、なんかすごく不思議な、政治的にも不思議っていうか、独特な国だし、犯罪っていう面もすごくたくさんあるし、だけれどもそういうなんだろうな、家族を大切にして、その自分が大学に行かせてもらったから家族全体を養うみたいな、その家族へのこう愛みたいなのがすごい深い国だと思うし、なんかこうそういったこう両局面が見える国ってやっぱり刺激が多いし、考えることも多いし、やっぱりこう初めての国としてはすごいいい国なのかもしれないですね。で1週間は学校の寮におったんだけど、一番最後の夜だけはもうリゾートに行ったの。やっぱ海堪能して帰らんといけんじゃろっていうことで、でもそのリゾートもすっごい海が綺麗で、でもめっちゃ安いので、南国のフルーツが本当に美味しくて。でもセブ島でもそんな安いんですか？安い。なんかもう観光地だから、なんか結構もう観光地価格みたいなのかなと思ってたんですけど、ローカルに比べたら高いかもしれんけど、私の中ではこんな値段でこんな綺麗なとこに泊まれるのっていう感じで。でも5年前でそれってことは、やっぱり物価はまだまだ安いいろいろこうハイソサイティなところも経験できる感じなんですね。そうじゃね。いいですね、いいですね。セブ島いいかも。でやっぱ島国やってね、フィリピンがもう何島っていう、そのやっぱ島によってね、見れるものも違うじゃろうけど、やっぱ共通して綺麗なのは海じゃろうね。海綺麗ですか？やっぱり海綺麗だった。青い空とクリアになってる澄んだ海で、ね、上も下ももう一面青の世界。本当に良かったで、南国のフルーツが安いけ、そのパッションフルーツとかね、もう日本じゃパッションフルーツなんかあんまり食べれんし、多分日本で食べてもきっと美味しくないですよね。奄美大島のね、いっぱい取り寄せた、めっちゃ美味しかったけど、沖縄はちょっと別かもしれないですね。ここら辺のは食べたことない。なんかこっちで宮崎マンゴーは確かに美味しいんですけど、南国ってマンゴーたくさんあるじゃないですか。で日本で比較的手に入りやすい南国フルーツってパイナップルかマンゴーかみたいな。だけどやっぱりタイのマンゴーを日本で食べても美味しいは美味しいんだけど、タイで食べた時のような感動はないっていうか、やっぱフレッシュなうちがいいやろうね。食べる環境もあるじゃろうけど、そうだと思います。でその美味しいものを、現地のものがフレッシュな状態で食べれるっていうのは本当に旅の醍醐味よね。ですね。
現地のものをやっぱり私は食べたい派なので、そうだね、現地のものを食べて現地の人とお話しして、その国を体全体で感じて、空気の匂いも違うし、いいね、旅は、私はリゾート地よりもローカルの方が大好き。そうですね、でも私はどっちも好きなんですけど、ローカルを知らないでリゾートばっかり行くのもなんかやっぱりその国のことを知ることはできないかなとも思うし、だけど結構手軽にリゾートとかハイソサイティなところをこう味わえるんだとしたら、なんか味わってみたいなっていう思いは結構あるかもしれない。まあ、それこそモルディブがね、モルディブって聞くと多分みんな思い浮かべるのがハネムーン、水上コテージ、めっちゃ高いっていうイメージだと思うんだけど、だから天国に一番近いあれもなんかニューカレドニア、じゃあ違うんだね。まあでも景色的には似とるよね。でモルディブは1200の島からなって、1200、そうめっちゃ島の集まりなの、集合体で、一つの島がめっちゃちっちゃくって歩いて回れるんよね。そんなんがたくさんある。無人島ももちろん含んでの1200で、物理的にめっちゃちっちゃいけ、いろんな建物が一つの島にもちろん入らんわけじゃん。めっちゃちっちゃいじゃけもう一つの島に一つの大きい建物みたいな役割がそれぞれ決まってるんよ。道路が海みたいな感じ。そうそんな感じ。じゃけもちろんフェリーとか、水上飛行機でしか行き来ができないよね。島と島は近いんですか？近かったり遠かったりバラバラ。じゃあもしかしたらこう泊まるところはここで、で朝食は別の島みたいなことがあったりする。そう、ローカルに泊まって、ローカルアイランドに泊まって、ご飯だけリゾートホテルに食べに行くっていうこともできるけど、その場合はまあ船で行かんといけんけどね、まあ安く泊まりながらご飯だけ食べにリゾートに行ってゴージャスな気分だけ一瞬味わうみたいな、私はそんなんでも全然いいと思ってて、それが最高じゃないですか。もう朝起きたら海の上ですっていうところまで望まんかったら全然ローカルめっちゃおすすめで綺麗で安い。でさっき言ったように一つの島に一つの役割だから、例えばここはスイカを作る島とか、ここはコカ・コーラを作る島、ここはシーチキンの缶詰を作る島、ここは刑務所の島、ここはゴミの島っていう風にもうなんか島ごとに役割がある感じ。なんか面白い、なんかゲームみたい。そうもうちっちゃくって入らんけん、その建物とか施設が、全部が入らない。だけんまあ国際首都は国際空港の空港がある。で人数はもうめっちゃ人口密度がもう本当にすごい、もうぎゅうぎゅう、モルディブの青い海とかイメージしとったら、首都はもう全然人とバイクしかおらんような、どっちかというとなんかベトナムみたいな感じ。そんな感じ、で日本海外からの旅行客は一回首都に国際空港に降りて、そこから点でバラバラに行きたい、フェリーだったり、でも遠かったらフェリーじゃ間に合わんけ、もう水上飛行機だったりで、その水上飛行機っていうのは海の上に着陸する飛行機、もう滑走路がないよみたいなやつですか？なんかこうそうスキーみたいなのがついてる、あれで海の上に着陸する、もう滑走路がないわけじゃけんね。それだけ島が小さいってことは長さが作れないってことですか？もうとてもじゃないけど、そんな滑走路なんか作る大きさなんかないけ、海の上に着陸して、で着陸したらボートに乗り込んで島まで連れて行ってもらうみたいな。なるほど。じゃあ飛行機降りてきて、なんかちっちゃいボートみたいなのが横付けされて、でそこにみんな一回乗って、でそのちっちゃいボートで島に行くみたいな。なんかいいですね。いい。で水上飛行機はやっぱ高いんだけど見る価値がある。下をもう白い輪っかがたくさんあるように見える島、要は1個の島が盛り上がってないよ。
中央がへこんどるんよ。じゃけどうしてドーナツ型の島がたくさんある感じ。あ、火山だからってこと？もともとサンゴ礁。あ、サンゴ礁。うん。へえ。で島って聞くとこんなイメージだけど、こんな断面、いわゆる断面図がこういうこと？まあそんな感じの島。それは無人島じゃけど、真ん中は真ん海っていうか。中は海じゃけもう真っ白いリングがたくさん下にあるように見える。めっちゃ綺麗なんよ。白ってことは砂浜ってこと？うん、砂浜もあるし、まあ上から見る分じゃけ、あ、そうか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 。多少海の中に潜っとっても、うんうんうんリングに見えるんかもしれんし、うん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 。もう水面からドーナツ状に出とるんかもしれんけど、うん、めっちゃ綺麗。うん、もう水玉の世界を上から見下ろすみたいな、うん、それが見たくて水上飛行機に乗る人もたくさんおるって聞いた。あ、でも綺麗そう。うん、でもミミさんあれですね。セブ島もモルディブもやっぱ海が好きですか？私多分海が好きで、まあそのね、漁師の家に生まれとる系とかそういうこともあるんだと思う。漁師の娘さんですか？うん、愛媛の宇和島のでそのせいで魚が嫌いっていうのもある。なんかやっぱそう、魚は網が臭いとか、なんかあ、まあ、いわゆる磯臭い。そうそうそう。へだけどおえ。店でもあんまり魚料理出さんようにしとるんだけどまあでもそれやっぱお酒飲む人はね欲しいけそうですね、そうですね。ちょっとずつ増やしていかんといけんなと思っとるところ。でもその漁師の娘さんとして生まれて、で海が好きで海の方に行くんだけど魚は嫌い。そう。そのリゾート地って海産物いわゆるシーフードメニュー多くないですか？多いから頑張って食べに行こうと思ってもやっぱチキンとかそっち系になっちゃうそうなんですね、うそうか、うんなんか不思議です。でもやっぱり景色みたいなのはやっぱり海に惹かれる。海に惹かれる、青い世界に惹かれる。でまあシュノーケリングしてでまあお魚眺めるだけでも私はもう大満足。まあでも綺麗な海のシュノーケリングはもう全然こう景色が違いますよね、うん、砂浜も白いし、うん、海の透明度もすごいし、うん、まず泳いでる魚が、うん、熱帯魚みたいなそうお魚がたくさんいるから、ね、だけどモルディブのローカルアイランドの安いところに行ってもそれは十分に見れるってことなんよね。でこっからこっちがリゾート、こっからこっちがローカルっていう風にもう明らかに区切られとるわけではないから、リゾートとローカルがもう混在しとる。だからそのリゾートやけん綺麗な海とかローカルやけん汚いとかそういうことも全然なくって、だってローカル島に立ちながら目の前リゾート島があったりする。それってもう同じ海よねっていうこと。だけど至れり尽くせりを望むんだったらリゾートで高いお金払わんといけんけど、もう何でも自分でします。でもローカルの人とも仲良くなりたい、そういう場合はもう断然ローカルがおすすめ。だけどモルディブってもう島国やから輸送費がめっちゃかかるんよね、上乗せされとる物価に。じゃけ決して安くはないお水とかも、だけどリゾートに行くより全然お手軽に行ける。ちなみに覚えてますか？その水が大体どのくらい、いくらぐらいだったか。でもね、日本と同じぐらいの値段やったかな。でもそしたらそんなにびっくりするぐらいそう高くはないんですね、なんかもうモルディブって言ったらもうすごいなんだろうドバイぐらいに高いもんだと思ってたから、